皆さんこんにちは。日本語ジャムのあやのです。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の方に向けて自然な日本語でお届けしています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。さて、今日のテーマはゴールデンウィークです。皆さんはゴールデンウィークって聞いたことがありますか？日本では毎年4月の終わりから5月の初めにかけてたくさんの祝日が続く時期があります。この時期を特別にゴールデンウィークと呼んでいるんです。ちょっと英語っぽい名前なんですけど、でも実はこれは日本で作られた和製英語なんですよ。そしてチラシとかテレビの CM では GW と書かれている場合もあります。ちなみに祝日というのは国民のお休みのことです。祝日は会社や学校がお休みになる日のことを言います。では、ゴールデンウィークにはどんな祝日があるのでしょうか？4つあるんですけど、1つ目は4月29日の昭和の日。2つ目は5月3日の憲法記念日。3つ目は5月4日の緑の日。そして5月5日の子どもの日があります。この4日間が祝日になっていて、土日とつながると最大で9連休から10連休になる人もいるんです。それぞれの休みについて紹介しますね。昭和の日っていうのは29日ですね。昭和というのは日本の昔の時代の名前です。今は令和と言います。令和の前が平成で、平成の前が昭和でした。その時代の天皇ですね。昭和天皇の誕生日だったんですけど、その時代のことを思い出して考える日として休みになりました。そして5月3日の憲法記念日ですが、この日は日本の新しい憲法は法律なんですけど、法律のルールができたことを記念する日です。今の日本の憲法は1947年にスタートしました。5月3日は自由とか平和について考える日として休みになりました。次は5月4日の緑の日について説明しますね。緑っていうのは色以外にも木とか草、あとは自然のことも意味します。この日は自然を大切にして自然に感謝をしようという日です。公園に行ったり外でピクニックをする人も多いらしくて、時々植物園とか有料の公園が無料になっている場合も多いそうです。そして最後ですね、5月5日の子どもの日について説明します。この日は子どもの幸せと成長を願う日です。男の子がいる家では鯉のぼりっていう大きい鯉の形をした飾り物を飾ったり、あとは兜って言って昔の武士が着ていたような鎧を飾ったりします。それから食べ物だとちまきっていう混ぜご飯みたいなものだったり、かしわ餅という和菓子を食べるのが人気です。この4つの休みがあるんですけど、日本ではこの時期に旅行をする人がとっても多いです。会社員の人はこのゴールデンウィークに合わせて有給を取って長い連休にする人もいます。では日本人がゴールデンウィークにどんなことをするのかちょっと話していきたいと思います。まずよくあるのは旅行に行くことですね。コロナが流行っていた時は国内旅行が多かったですが、最近は海外旅行に行く人も増えています。あとは実家ですね。お父さんとお母さんがいる家に帰って家族で過ごす人も多いです。そしてアウトドアを楽しむ人もいますね。最近はキャンプだったりバーベキューも流行っているので、自然の中、山とか川の近くに行って自然を楽しむ人もいます。それから逆にお出かけはしないでお家でゆっくり過ごす人もたくさんいますね。
ゴロゴロするのも大事ですよね。おうち時間ってよく言うんですけど、映画を見たり本を読んだり家族とご飯を食べたりする時間の過ごし方も楽しいですよね。そしてもしお出かけをする場合は、ゴールデンウィークはみんなが休みなので、どこに行っても人が多いんですよ。電車とか空港とか高速道路、全部混んでます。特に人気の観光地では入場制限があったりするので、事前に確認をしてから行くのがおすすめです。他にもゴールデンウィーク中のアドバイスをいくつか紹介しますね。まず計画は早めにっていうことです。ホテルとか飛行機とかはすぐに予約がいっぱいになるんですね。あと料金もどんどん高くなるので、なるべく早めに予約をすることをお勧めします。それから当日観光地は本当に混みやすいので、早起きをしていくのがいいかなと思います。もし夜とかも空いてそうだったら、夜行くのも涼しいしおすすめですね。それからレストランやカフェも本当に並ぶと思います。なので事前に調べておくことが便利ですね。今はオンラインや電話で事前に予約できるところが多いと思うので、もしできそうだったら予約するのがおすすめです。もし電車や新幹線を使う場合は指定席を予約するのが安心です。もし指定席ではなくて自由席を予約した場合は、乗れるけど立って乗らなければいけないという場合もあります。そうすると乗っている間とても疲れてしまうと思います。だから必ず新幹線や特急などの電車に乗るときは指定席で予約してください。ここまでお話しするとゴールデンウィークは旅行しない方がいいのかもしれないって思う人もいるかもしれません。でも5月は綺麗な花が咲いている時期ですし、気候的にも寒すぎず暑すぎないちょうどいい季節なので結構おすすめです。観光地が混んでしまうのは残念ですが、でも逆に言うと盛り上がっているというか、人がワイワイしている雰囲気はあるので楽しめるのかなとも思います。そしてもちろんですね、どこにも行かないっていう人もたくさんいます。連休中はずっとお家にいましたとか、一歩も外に出ませんでしたっていう人もいるんですね。特に最近はおうち時間を大切にする人も増えていて、休みの日こそもう自分が好きな映画をたくさん見たり、本を読んだり、ゲームをしたりっていう楽しみ方をしている人がいます。どうしてもSNS とかを見ているとお出かけしたくなってしまう気持ちもあるんですが、家でリラックスするゴールデンウィークも贅沢でいいなと思います。私は人混みが苦手なので、あまり外には行かないで、家でゆっくり過ごしたり、近所のカフェとかショッピングモールに行って過ごすことが多いですね。ちなみに今年はお家で日本語のレッスン、仕事をする予定です。そしてゴールデンウィークが終わった後は5月病という言葉をよく耳にします。これはゴールデンウィークが終わって学校や仕事に行くのがちょっとめんどくさいなとか、だるいな、やる気が出ないなという気持ちになることです。新学期が4月に始まったので、新しい環境で頑張っていた人が連休でリラックスをした後に急に現実に戻ると、もうちょっと休みたかったなってなることがありますよね。その現実に戻りたくないなという気持ちが5月病っていうふうに言われています。私も会社員時代はこれがよく起きていましたね。全然モチベーションが上がらなくて本当に困りました。皆さんは長い休みの後ってすぐに気持ちを切り替えられますか？それともちょっと時間がかかりますか？ぜひコメントで皆さんの意見を教えてください。今回は日本の5月の連休、ゴールデンウィークについて話しましたが、いかがでしたでしょうか？皆さんの国にも大きな連休、長い連休はありますか？もしあったらコメントや
DM で教えてください。皆さん毎日勉強とか学校とかお仕事を頑張っていると思うので、こういう連休にゆっくりと過ごす時間って本当に大切だよなって思います。皆さんも疲れていたらしっかり休み時間をとって過ごしてください。そして4月や5月に日本に旅行に来ようかなという人は、ぜひ今回のエピソードを参考にして計画を立てて旅行してもらえたらなと思います。すでに日本に住んでいる方はコメント欄で今年はどんなゴールデンウィークを過ごすのか教えてください。そしてこのポッドキャストが面白かったなと思ったら、ぜひいいねやフォロー、チャンネル登録をお願いします。それからインスタグラムやスレッズでは日常生活で使える単語や漢字を紹介しています。ぜひそちらもチェックしてみてください。2025年の間にチャンネル登録者数1万人を目指しているので、もしよかったら SNS でシェアをしてもらえると本当に嬉しいです。いつも見てくださってコメントをくださってありがとうございます。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。じゃあね、バイバーイ。